おはようございます。クレヨンです。本日は10月29日。日の出前から車を走らせ、秋の景色が楽しめる場所へ向かっています。今回の旅で向かう先は群馬県。そのちょうど真ん中あたりにある赤城山、榛名山周辺をメインに、もみじ狩りとグルメとキャンプを楽しんでいきます。遠くの山々と雲の隙間から顔を覗かせる太陽。眩しいオレンジ色の光が朝の訪れをそっと知らせてくれます。まず最初に向かうのは赤城山。まだ暗がりに包まれている麓の町を進んでいきます。赤城山の山道に入ってきました。つづら折りの厳しいカーブが続きます。一気に標高が上がっていくので、木々の隙間から見える景色も、カーブを越えるたびに変わっていきます。到着したのは鳥居峠。水たまりが凍るほどの寒さです。冷たい風が強く吹いているので余計に寒く感じます。しっかり上着を着込んで景色を見に行きましょう。峠の東側は前橋、桐生あたりから関東平野を一望できるポイントです。タイミングによっては眼下一面が雲に覆われた広大な雲海の景色を見られるようです。この日は風も強かったので雲海はありませんでした。先ほどまで地平線付近の雲に見え隠れしていた太陽もすっかり顔を出していました。日が昇る姿がとても綺麗に見えるこの場所は初日の出の名所にもなっていて、元旦の朝は大混雑しているらしいです。山肌に朝日が当たり、色づいた木々がより鮮やかに輝きます。続いて峠の西側に向かうと、そこからは角満淵と大沼の姿が見えます。風で揺れる水面には、まだ日が差し込んでおらず、ひんやりとした雰囲気が伝わってきます。続いて向かうのは、角満淵。赤城公園駐車場に車を止めて歩きます。しっかりした木道が整備されていて、とても歩きやすいです。黄色く色づいた葉に日差しが透けて、とても綺麗な景色です。案内看板を発見。角満淵をぐるりと一周できるようです。すっかり水面にも日が当たり、風も峠より穏やか。水面に映る景色がとても綺麗です。少し先まで歩いてみます。
この辺りの木道には霜が降りていました。この辺りで景色を楽しみます。体もだいぶ冷えてきたので、一度車内に戻って休憩します。コーヒーを飲みつつ、途中コンビニで買ってきたサンドイッチで朝食にします。綺麗な景色を見ながらの朝食。現在いるのは大沼手前の大道駐車場。お腹も膨れて、体も温まったので、ここから大沼湖畔に歩いてみます。目の前に見える山の頂には、うっすらと白いベールが。もう雪化粧でしょうか。秋が足早に走り抜け、冬が迫っている気配を感じますね。赤城大明神と彫られた鳥居が現れました。社殿などが見当たらないので、不思議に思い、調べてみると、現在、小鳥ヶ島にある赤城神社が、昭和45年までこの地にあったとのこと。遷宮するまでの1200年間ここに鎮座していたらしく、歴史を感じさせてくれる場所になっています。湖畔までやってきました。冷たい風を強く感じてひんやりしますが、目の前に秋らしい景色が広がる、良いポイントですね。付近の食事処の紹介看板ですね。いろいろお店がありそうです。先に進むと、お土産や食事処のお店が並んでいました。どのお店も古くからある感じで、レトロな雰囲気の佇まいが良いです。お店の前には駐車場がありました。湖畔に直接降りるなら、こちらの駐車場の方が近くて良いですね。トイレもあったので便利です。一度車まで戻り、小鳥ヶ島へ移動します。鮮やかな朱色の橋がとても素敵です。橋と紅葉した木々との色合いがとても綺麗ですね。
島とついていますが陸続きの場所。赤城神社の参拝者駐車場に車を止め、付近を散策します。先ほどの赤い橋、キツツキ橋というようですが、現在補修工事中で通行止めとなっていました。いつまでの工事なのか正確に書いていませんが、今日は外から見るだけになりそうです。これ以上は橋に近づけないようです。黄色やオレンジの木々が日に照らされて鮮やかです。こちらが赤城神社ですね。鮮やかな朱色が印象的な建物です。龍が見事な手水舎があります。青銅製ですかね。お清めをしてお参りをしました。小鳥ヶ島を一回りしたら、近くにあった赤城広場植物園というところに入ってみます。植物園の感じはあまりしない場所でしたが、見事に赤くなったもみじはとても綺麗でした。続いて向かうのは小沼。赤城山は初めて来ましたが、見るところが多くて楽しいですね。湖畔に降りてみます。降り始めてすぐに湖面が視界に入りますが、太陽の光でキラキラと輝いて、とても綺麗。透明感のある青い空と、しっとりしたコバルトブルーの湖。そのコントラストが、めちゃくちゃ美しいです。湖畔から上に戻り、高台から見渡せそうなポイントに移動してみます。この写真はここからの景色でしょうか。今日は残念ながら見えませんが、晴れて空気が澄んでいれば、富士山が拝めるんですかね。反対側を見ると先ほど言った大沼と赤城神社が手軽に見られる範囲の赤城山散策でしたが、湖と山、そして紅葉をいろんな角度で楽しむことができました。
素敵な空間で過ごしていると、時間が経つのはあっという間。気づいたらとっくに昼食の時間を過ぎていました。慌てて Google マップで周辺を調べると、何やら美味しそうなお店を発見。山を下ってそちらに向かっているところです。不思議なものでさっきまでは平気だったのに、メニューに載っていた写真を見た途端、急激な腹減り状態。お腹をグーグー鳴らしながら、曲がりくねった峠道を下っていきます。それにしてもこの道の車窓から見える紅葉が素晴らしい。登ってきた道とは違うルートで下っているのですが、こちらの方が道幅が広くて走りやすいので、ドライブにはこちらの方が良いかもしれません。お目当てのイタリアンデルソレに到着です。Google マップで昼食を探した時に、美味しそうなパスタやピザの写真を見て一目惚れ。15時までの昼営業に間に合いそうだったので、やってきました。ラストオーダーに間に合いましたね。ピザ生地もまだ残っており、ピザも注文できるとのことなので。一部メニューは完売していましたが、他にもメニューは豊富そうな感じです。こっちの定番メニューも惹かれますが、やっぱり季節メニューから水牛のモッツァレラとイタリア産ポルチーニのピザをチョイス。デザートセットで期間限定メニューのアップルティーパンナコッタをお願いしました。こちらのお店、本格的な石窯が置いてあるらしく、その石窯で焼いた本格的なピザがもちもちで美味しいとの口コミでした。店内に漂う美味しそうな香りで空腹感も最高潮なので、ワクワクしながら待機します。いただきます。早速いただきます。一口かじった瞬間、ふわっと広がるポルチーニの香り。とろっと溶けた水牛のモッツァレラがもちもちの生地に絡んで、噛むたびに旨味がじわっと出てきます。そしてこのふっくらとした耳もカリッとした表面の後にもっちりした生地の弾力が返ってきて、まさに耳まで美味しいピザって感じです。大満足の美味しいピザが食べられました。こちらのデザートも美味しそうです。すくっただけでわかるこのプルプルの感触。リンゴの甘い香りと紅茶の優しい風味がふわっと広がる。そしてミルクのコクはしっかりあるのに後味は軽いので、
さっきまでのピザの余韻をふんわり包み込んでくれるようなデザートでした。このジュレが良いアクセントになっているのでしょうか。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。とてもお手軽に本格ピザを食べられる大満足のお店でした。